こんばんは、ゆうかです。最近撮影の時は雨の日が多いです。そんなことより服がクリスマスカラーだって？あんたバカ？作るキットと合わせてるに決まってるじゃない。と茶番は置いといて、今日作っていくのはこちら。じゃーん。寿屋さんから発売されたエヴァンゲリオン新規実用型新2号機アルファです。以前バンダイさんから発売されているリアルグレードの通常の2号機は作ったことあるんですけれども、寿屋さんのキットということでどんな感じの作りになっているのか、完成例もすっごいかっこいいので作るのとっても楽しみです。それでは本編をご覧ください。それでは開けていきます。結構大きい。でもそんなにパーツ数がないか？いや、嘘ある。ランナーは小さいものを入れて22枚。思っていたよりも赤いランナー1枚だけっていう感じです。顔のパーツと水転写デカールが入っています。手のパーツはビブラと一緒ですね。説明書がめっちゃかっこよくて、作戦会議に使われそうな作りしてますね。中身はこんな感じ。かっこいいし見やすい説明書になっています。組み立てだけで29ページ。これは制作時間が読めない。何も言わないで。分かってるわ。私はエヴァを作るしかないのよ。まずは頭を作っていきます。頭のパーツは塗り分けされているパーツがあるのですぐにできそうです。ちっさ。これは二度切りしづらいな。目が一つバッテンになってる。知らなかった。これちっちゃすぎる。ちっちゃくてうまくはまってくれない。くるくるしちゃう。うい、開けてらんないのよ。ほい、はまった。細か。はい、頭ができました。ここが戦国武将の兜みたいだし、目もつぶれているので、なんだか伊達政宗を彷彿とさせました。次は胴体を作っていきます。パーツ数はなんと58パーツ。すごい数です。二度切りに大変苦戦しました。頑張ろう。膨大なパーツ数に圧倒されながらも説明書通りに作っていけば間違いないということで、いつも通り作っていきました。入んない。関節部分はやや固めです。唯一あった赤いランナー、武器以外で使う場所はこのボディパーツのみでした。2号機って赤いイメージだからなんだか不思議な気持ちです。向きがわからない。こっち？ここ開いてていいの？パーツの形でどこにつくか予想ができないキットはやはり難しく感じますね。塗り分けの細かさはもちろんなんですけれども、内部フレームと言っていいのか分かりませんが、内部もかなり細かい作りになっていました。エヴァは腰が細い分、しっかり作り込んであげた方が動かしたりした時に満足のいく動きができるのかもしれません。濡れてる？自信？ないか。またしてもこんなちっちゃいパーツ、手がシワシワ。落としたら終わる。よし、無事入った。いや、ちっちゃいパーツは怖いな。よし、スタイリッシュ。この白いパーツは何なんだろうと思って結構悩んじゃいました。ちゃんとした位置につけるとこんな感じ。なんだかたすき掛けみたい。ここから装甲をつけていきます。これもまた見たことのない形が多いし、説明書は分かりやすいんですけれども、それでもこれはどこっていうのが多くて何度も組み直しをしました。ガンプラとは作りが全然違うから難しい。ここから腰からお尻にかけてのパーツを作っていきます。ガンプラでいうスカート部分にあたるのかなと思いますが、見たこともない形状でとっても新鮮な気持ちでした。おしゃれなおむつみたい。これを履かせる。こう見てもやっぱおむつみがないか。ここから上半身の装甲を作っていきます。ピントが合ってなくて見えにくいんですけど、こんな小さい模様みたいなパーツでさえ別パーツ。すごいですよね。
本体に左右から装甲をしっかりはめ込んで、前にもつけて肩パーツをつけたら、はい、ボディができました。作りもディテールもめちゃくちゃ細かいです。この塗り分けをプラモデルでやるっていうのはさすが寿屋さんだなーっていう感じがしますよね。ボディに結構時間がかかったので早めのご飯タイム。今日のご飯は作り置き2品とクラッカーを合わせて一緒に食べます。色変わっちゃっててやばく見える。アボカドが変色して黒くなってしまったサラダとカプレーゼ、残ったおつまみです。のせていただきます。やっぱ最高だな。カプレーゼもバジルのいい匂い。もう最高。あえるだけでこの美味しさはね、やばい。何の音？とっても美味しかったので、レシピの URL を概要欄に載せておきます。ぜひ皆さんも作ってみてください。自分で作った料理ながら最高に美味しかった。ごちそうさまでした。次は右腕を作っていきます。右腕のパーツはたったこれだけ。組み立てページも1枚で収まるので、さっきの胴体よりずっと簡単そうです。右腕は知ってる2号機の形と同じだったので簡単に作ることができました。形状が分かっているのと分かっていないのでは作りやすさに雲泥の差があります。こんな細かいとこまで塗り分けされてるの？驚き。ちょっと待って、これはパーツをなくしたらやばいやつ。この小ささはピンセット必須です。この色分けはえぐくないですか？サイズ感。いや、すごいな。肘関節は丸いパーツで可動しやすい構造になっています。右腕で一番苦戦したパーツはこの手首のパーツ。寿屋さんのビブラでもここ大変なところだったんですけれども、小さい丸い関節とても作るの私苦手です。何度も落としてピンセットでつけてというのを繰り返してとても大変でした。手をつけて肩の装甲をつけたら、はい、右手ができました。10分でできた。腕もこういった細かいところの塗り分けがすごい綺麗ですよね。ここ塗り分けされてないですが、しっかり作り込まれています。曲げ伸ばしした時に肘のこのパーツがポロッと落ちそうなところが怖いぐらいで、欠点というところが見当たりません。手先のパーツは5種類の中から選んで取り付けることができます。次は左腕を作っていきます。右手の素材はこういった柔らかいものでしたが、左腕はプラスチック素材になってます。パーツ数はこんな感じで少なめです。4種類の手ができました。肩から下のパーツを作っていきます。これまた見たことのない形状です。合ってるかなこれ。この左右は別のパーツをはめ込む作りになっています。作りが本当に細かいです。左右のパーツをはめ込むとなんだか巨大なネジみたい。肘関節は右腕の球体ジョイントとは違って腕全体に馴染む作りをしていました。この凹凸の表現も一つのパーツでできると思うんですけれども、そうではなくて左右から小さいパーツをはめ込んで作る構造になっていました。手のパーツをつけたら、はい、左腕ができました。このポコポコしたディティールがまたすごいですよね。可動域も結構あります。次は脚部の組み立てです。膝から下のパーツは左右とも同じパーツみたいです。パーツ数はこんな感じ。パッと見多く感じますが、両足って考えるとそうでもないかも。一気に作っていきます。膝から下の足は左腕と同様に凹凸のある形をしています。この凹凸は腕と違って細かく分かれていなかったので組みやすかったです。足首の関節は球体のパーツとなっています。
そこにかかとをつけてつま先をつける構造をしています。足首がかなり動かしやすくなっていることがこの構造でわかるかと思います。足首に装甲をつけたら、はい、脚部ができました。膝から下のパーツでこの長さ、胴体の時はあまりそう思わなかったけど、もしかして結構大きいんでしょうか。可動域がここまでしか曲がらないんですけど、大丈夫なのかな？不安です。この時点で撮影を始めてから7時間が経過。でも説明書の半分にも達してない。シンクロ率というより私のやる気パワーがゼロになりかけましたが、やる気を出して頑張るしかない。完成させてやる、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 完成させてやる。次は足を作っていきます。右足と左足のパーツを切り出したんですが、反転してるだけで同じ作りになってるみたいです。ここは一気に作ってしまいましょう。太ももには六角形の凹凸があるんですけれども、ここは別パーツじゃなくて正直ホッとしました。前後のパーツで分かれていて、膝下のパーツと合わせてはめ込む作りになっていました。太ももの接続パーツは球体の形状をしています。球体のパーツの方が可動域がかなり広くなるような気がします。あとは太もも部分に差し込んで装飾の装甲をつけるだけ。はい、両足が完成しました。いやいや、ディティールめちゃくちゃ細かすぎませんか？プラモデルっていうよりフィギュアみたい。そして思ったよりやっぱり大きいです。膝下の可動域が心配だったんですけど、こっちをつけたことによって正常に曲がることが分かりました。よかった、合ってたんだ。次は背面ユニットの組み立てをしていきます。パーツ数はたったこれだけなのですぐ作れそうな気がします。これまた変わった形をしていました。新劇場版のエヴァをあまり見返していないせいっていうのもあるかと思うんですけど、ここまで変わった形だと私は一体何を作っていたんだっけってなってきます。はい、背面ユニットができました。マジで一体これは何？剣を刺して一点のところに刺したらポンって飛び出てくるあれを思い出しました。なんて形だこりゃ。はい、ここで全てのパーツを合わせてみます。ここまで約8時間。長かった。その集大成やいかに。はい、新2号機アルファの完成です。思ったより大きい。そしてめっちゃかっこいい。で、今のページが16ページ。まだ武器パーツがあるんですけれども、もう夜の11時。次はバックパックを組み立てていきます。パーツは全部でこんな感じ。この柵みたいなパーツは一体何なんだ？まずは立方体の集合体のような左右につくパーツを作っていきます。ここは反転しているだけで同じ作りでした。それを真ん中のパーツに左右ともつけます。そしてここで先ほどの柵みたいなパーツの出番。なんだこの形。この下にはタンクやパイプ、バーニアみたいなものがつきます。なんだかスチームパンクみたいでかっこいいです。衛星みたいな形をしています。一体何なんだこれは。2つを合体させて、すごい。はい、バックパックができました。すごい形をしています。体につけるとすごいこれ。これ絶対自立しないじゃん。なんだか薪を運んでるみたいです。いや、嘘。立ちました。こんなに重そうなもの背負ってるのにまさか自立するんかーい。嬉しい誤算です。最後に武器を作っていきます。武器はガトリングとなぎなた停止信号フラグ。この武器かわからないですけれども、これらをまとめて作っていきます。これもなかなかのパーツ量です。
の武器もかっこいいんですけれども、カメラの充電切れて途中で映像が落ちてしまってました。すいません。はい、武器ができました。今の時間が1時45分。私の予想だと6時間くらいかな。まあいけるでしょう。全然いけませんでした。新2号機アルファ、やっと完成しました。大ボリュームなキットだけあってめっちゃかっこいいです。この重そうな装備に重そうな武器、手足は細いのによく自立してくれてるなと思います。足幅を狭くしてターンテーブルに乗せてみようとしたんですけれども、なんかダメそう。膝をついたポーズで乗せてみようとしたんですが、これもなんだかしっくりこない。どうにか乗せることができたんですけれども、やや前傾姿勢。これはバランスを取るために仕方ないにしても、なんだかムーンウォークみたいになってしまいました。この停止信号プラグを本来なら腰の後ろに装備することができるんですけれども、差し替えが必要ということでこの段階ではつけていません。後ろちゃんとつけれてませんが、停止信号プラグを持たせたポーズを取らせてみました。全体的に関節の可動域が広いおかげで躍動感のあるポーズを取らせることができます。こちらが収納状態なんですが、展開状態の停止信号プラグを持たせたポーズもやってみました。犠牲になりかけているのはキーホルダーのお馬さんです。下から煽るようなアングルだと今にも動き出しそうに思えます。なぎなたを持たせてみました。私のポージングセンスがないというのは置いといて、バランスを考えながらポージングをつけるのはとても難しかったです。武器とバックパックすべて装備した状態がこの形態になります。この状態だと下手にポーズ取れないなと思いましたので直立になっています。全体的にとても重そうですよね。バックパックの作り込みもかなり細かいので後ろ姿も圧巻です。細かいところがうまく合わせ目消えてないので、これは合わせ目消しなどをして仕上げてあげた方がよりかっこよくなるのかななんて思いました。はい、というわけで今回はエヴァンゲリオン新2号機アルファを作りました。見ての通りまだいろいろつく前にエンディングを撮ってるんですけど、この時点でもかなり細かくて本当に驚きました。そしてめちゃくちゃかっこいいです。こういった細かいディティールまで仕上げてくるのはさすが寿屋さんだなと思います。まだデカールも貼ってないですし、細かいところ塗り分けされてないところが気になるので、部分塗装をしてデカールを貼る動画を別で撮りたいなと思っています。いつ撮れるかはまだ未定なんですけれども、アップロードしましたらそちらもぜひ見ていただけたら嬉しいです。このキットを買おうか迷っていた方の参考に少しでもなったら幸いです。この動画が良かったなと思ってくださる方はチャンネル登録とグッドボタンで応援いただけたら大変励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。先日生まれて初めてボルダリングに挑戦してきました。ボルダリングは開始点と終着点が決まっているだけで、コースは自分で決められるというのがとても楽しかったです。うろ覚えですが8級から1級まであるようで、このコースは6級なんですけど、これをクリアするまで絶対帰らないと決めてこの日は頑張りました。次の日とその次の日は腕が今までにないぐらい筋肉痛になっていました。